はい、充電器。くせ者ですよね。何がくせ者って、種類が多すぎて何を選べばいいかわからない。何を重視して買えばいいかわからない。とかですね、いろいろ悩むと思います。なのでですね、今回は充電器のお話していこうと思います。充電器を選ぶ前にですね、ある程度バッテリーについての予備知識があった方がいいと思うので、バッテリーについては以前何本か動画作ってます。これとか、これとか。そちらを参照していただいて、バッテリー自体のことを少しだけなんとなくでも覚えたら充電器選んでいきましょう。で、私はですね、普段からハイテックさんの充電器を愛用してるんですが、ハイテックさんの充電器も1万円を切るようなものから、こういった V 線のようにね、結構お値段するものもあるんですね。で、低価格なものほど機能もシンプルで分かりやすいというイメージですね。ですが、予算を少しアップすると2本同時に充電ができたり、さらに予算を上げると高電力になってきて、より高電圧、大容量なバッテリーに対応するモデルを選べるようになります。で、さらに予算を上げると、パソコンとつないでバッテリーの性能がチェックできたり、スマホと連動させて充電の管理ができたり、充電の精度が高くなるといったですね、機能面で充実していくというイメージですね。中には4本同時に充電できるモデルもあります。もちろんですね、高いものを買っておけばその分守備範囲は広がるんですが、そこまでの機能は使わないよって方もいらっしゃると思うので、普段から使用頻度の高いバッテリーの種類だったり、たくさんのバッテリーを充電して持ち歩くのか、はたまた数本のバッテリーを持ち歩いて出先で充電するのか、あとは数あるバッテリーの中からよりすぐってレース専用のバッテリーを育てたり選んだりしたいとかですね、皆さんのバッテリーとの向き合い方に合わせて充電器は選んでいただくのがいいかなと思いますが、ちょっとバッテリー管理に慣れた方は放電性能、これもやっぱり気になってくるかなと思うんですよね。例えばですね、リポバッテリーを満充電して使わず持って帰ってきたとしてストレージ充電を行う場合、適度な電圧まで放電をするんですけど、これにですね、かなり時間がかかるんですよね。なので私が充電器を選ぶ時にはその放電っていう部分を重視して選ぶようにしてます。ということでですね、ご紹介します。こちらハイテック X2AC プラス800。これがですね、50周年アニバーサリーエディションで、ブラックボディにこのゴールドのぐるぐるダイヤル、かっこいいですよね。ということでですね、これ良さそうだったので買ってみました。でですね、今回私がなぜこれを買ったかと言いますと、その前にですね、私が一番最初に買った充電器がこの X2 Pro なんですよね。で、これを買った当時は割とラジコンを始めたばっかりで、そんな充電器についてもわからなかったので、ラジコン屋さんで定価は高いのに実売価格がめっちゃ安くなってたこのモデルを選んだんですよね。で、なおかつこれも当時よくわかんなかったんですけど、ハンダゴテが付属してたんですよ。こんな感じで、ご覧の通り一度も使ってないんですけどねこれがですね、おそらくなんですけど、まだ日水バッテリーがメインで使われてた時代にバラセルバッテリーっていう文化があったんですよ。こんな感じのやつ。これはですね、セルを6個バラバラで買って自分でハンダ付けするんですけど、こういったバッテリーが競技では主流だった時代に AC とバッテリーをハンダでべちゃっと直接付けてたらしいんですよね。なので充電器にもその機能を追加したんじゃないかなと思うんですけど、正直今となっては結構時代も前のものなので、機能面は割とシンプルで、今でも持ち歩いたりはするんですけど、ちょっとね、でかくて重いんですよね。でそれから時は流れ、バッテリーの特性を知りたい、あとはやっぱり放電時間をちょっとでも短縮して、楽になりたいっていう思いもありですね、このX2AC プラス V 線を奮発して買ったわけですね。でこの2つで割と満足はしてたんですけど、 X2 Pro はちょっとでかくて重いし、片や V 線はあんまり持ち歩きたくないなって思ってたところ、この AC プラス800が出たんですよね。ちなみにこれ X2AC プラス200、400、800とございます。で200は出力とか機能面をちょっと減らしてコストダウンさせた感じのモデルで、パソコンとの接続はできるんですけど、スマホアプリとの接続はできないんですよね。で400は充電ポートが4つついてて、パソコンともスマホアプリとも接続できるんですけど、 AD350 っていう放電器が接続できないんですよね。そ
そしてこの800はですね、充電ポートは2つなんですけど、パソコン、スマホアプリ OK、 さらに V 線と同じくこの放電器を接続して大電流放電が可能なんですよ。で、他にも理由があって、 DC 電源としても使えたり、正直あんまり使わないと思うんですけど、パラレル充電、2つのポートから1つのバッテリーに最大 35A の大電流をぶち込めるというですね、かなり暴力的な充電ができるっていうですね、危ないのでいつ使うかわかんないんですけどね。機能面ではこの V 線とほぼ同程度の機能を持ってて、出力とか細かいところまで見るとこっちの V 線の方がちょっと高性能ではあるんですけど、正直このサイズ感とスマホアプリと連動できるっていう部分を考えて、こっちの方が価格とか性能とか、トータルバランスはこっちの方がいい気はしちゃいますね。ということでですね、なぜこれを増やしたかっていうのはそんな感じで、これくらいにしておきまして、このモデルはですね、操作感がめっちゃいいんで、実際今から使いながらご紹介していこうと思います。コンセントを挿せばこんな感じで電源が入ります。ここに関しては他の充電器と同じですね。ということでですね、 X2 シリーズなんですけど、このぐるぐるダイヤルになってるんですよ。正式に言うとジョブダイヤル式スクロールボタンっていうらしいんですけどね。なのでこの本体で操作するにしても、今までのボタンがたくさんついてるものより直感的な操作ができて分かりやすいっていうイメージですね。で、X2AC プラス200の方でも使い方は同じだし、同時に2本充電できると。で、AC 電源で最大 100W なので、通常よく使う2セルのリポを安全に 1C 充電するとしたら200の方でも十分ではありますよね。ただ、力こそパワーみたいな4セルバッテリー使うぜとか、急いで充電しないといけないとか、あとはやっぱり放電時間を短縮したいって方はこの800になってくるかなと思います。で、この800と400で使えるアプリ、これをですね、ご覧いただきたいんですよ。まずはアプリを立ち上げると。すると下にスキャントゥーゴーっていうのが出てるんですけど、これは過去の機種だったり、現行だと X1 のプレミアムについてる機能で、バッテリーに対しての充電設定を QR コードに保存しておいて、バッテリーごとの QR コードを読み取れば設定せずにそのまま充電できるっていう機能なんですけど、現行のこの X2 シリーズでは使えないみたいなので割愛します。で、ここに機種が出てきてるのでこれを選びます。すると画面が切り替わって設定画面になります。左からバッテリーの種類、セル数、充電モードと並んでるので、これを設定します。で、ここにたまたまハイテックのバッテリーがあります。このバッテリーでいくと、まずはリポバッテリーですね。で、7.4V ってことは2セルですね。1セルあたり 3.7V なので、この中から2セルを選択します。で、今バッテリー全部抜け切ってる状態なので、一回満タンまで充電しましょう。なのでバランス充電を選択します。こんな感じで画面の設定が終わったら、ここの次ボタンを押して充電電流を設定すると。で、今回は安全のために 1C の 3.8A で充電していこうと思います。ということで、こんな感じで充電の設定ができたので、バッテリーを挿してこの開始ボタンを押すと。いくぞ。こんな感じでリンクして充電が開始されるような感じですね。こんな感じでスマホアプリの方には電池容量とか充電器温度とか、充電器に書いてあることよりさらに詳しく情報が載ってますね。今ファンが回り始めましたね。イメージ40度超えるぐらいでファンが回り始めるような感じですね。はい、ということで充電終わりました。これアプリの方に警告って出るのちょっとドキッとしますね。ということで充電はこんな感じでは、続きまして AD350、これを接続して放電していきます。これで何を見ていただきたいかというと、 V 線ではパソコンにつないで解析してたんですけど、このモデルだとアプリでグラフを見ることができるんですね。なのでそちらを見ていただこうと思います。今度はですね、アプリの放電と解析、これを押します。
そうするとさっき充電した時みたいに電池の種類とかセル数とか放電電流、あとはカットオフっていうのが選べるようになります。なので電池種類は同じくリポで、セル数も同じく2セル。それから放電電流なんですけど AD350 をつなぐことで最大 40A で放電することができるんですけど、今回は 30A で放電してみようと思います。それからカットオフ電圧なんですけど、放電しすぎもちょっと怖いので 3.2V でいってみようと思います。それからグラフの種類が分、ワットアワー、アンペアアワーで選べるんですが、今回はアンペアアワー、これでいってみようと思います。で、こんな感じで設定ができたら次を押します。するとこんな感じでアプリの画面が切り替わります。で、画面右上の新テストを押します。するとこんな感じで警告が出るので、問題がなければ開始を押すとスタートするよと。では行ってみましょう。放電時はさすがにファンの音が大きいですね。でもこっちの AD350 からファンの音がすごいだけで、こっちはねあんまりやっぱりファンの音はしないですね。めっちゃ静か。はい、ということで放電終了しました。こんな感じでアプリの画面には使った量と電力とかかった時間っていうのが書いてますね。で、こちら OK を押すとグラフが全画面に出てきます。これでですね、使った容量に対する電圧の推移っていうのを見ることができます。これね、バッテリーの種類によっては結構グラフ変わってきて、急にドンって下がる瞬間があったり、下がったと思ったら一瞬上がったり、いろいろほんとバッテリーあるので、そういうの見れるって面白い機能だと思いますね。ということで解析はこんな感じ。ということで今回は軽くですね、充電器の選び方についてのお話と、ハイテックのこちら X2AC プラス800を使って充電して、それからこの AD350 を使って放電していました。ラジコンする上でバッテリーとか充電器ってかなりややこしい部分だと思うんですけど、このシリーズの充電器であれば操作もすごいシンプルで分かりやすくて、使用用途によってどれにするか選べるんじゃないかなと思います。で、ちょっとでもお値段出してこういった機能がついた充電器を選んでいただくと、よりバッテリーの管理自体も楽しんでいただけるんじゃないかなと思うんですよね。なのでですね、充電器選びで悩んでいる方の少しでもお役に立てればなということで、今回はこの辺りで終わろうと思います。ちなみにですね、今回私が買ったこの50周年のモデルは少しだけお値段が高く設定されてるんですけど、こちらシールがついてきます。で、このシリーズを購入するときはですね、充電ケーブルがついてるものとついてないものありますので、そのあたりですね、しっかり確認してご購入いただければなと思います。終わりー。